今日はノルマンディー地方ルーアンの飲みの市にやってきました。年に一度比較的規模が大きいとの噂を聞いていて、以前より行ってみたいなと思っていました。パリからルーアンへはバスも発着しているのですが、今回私が利用した列車での行き方のご案内をいたします。詳しい行き方ではなく、飲みの市の様子をご覧になりたい方は4分くらいから会場内の様子となりますので、少し飛ばしてご覧になってください。ルーアンへ向かう列車はサンラザール駅から出ていて、メトロとは別の駅になっています。地下鉄メトロサンラザールで降りてギャーサンラザールもしくはグファンドリーニュという表示を目指して進みます。ノルマンディー方面列車という表示が見えてきました。サンラザール駅では L 線、J 線など郊外列車も発着しています。今回乗車するのはノルマンディー方面へ向かう地方列車です。発着数が多いので電光掲示板が見にくいのですが、地方列車の電光掲示板はブルーです。出発の10分から20分くらい前に出発ホームが表示されるので、行き先が合っているか確認をして乗車なさってください。時代が変わって列車や駅の様子がだいぶ違っていますが、印象派画家のモネはサンラザール駅の絵を描いています。そんな彼の絵を思い出しながらサンラザール駅から出発です。列車内は1等席と2等席に分かれていて、1等席の様子はこんな感じです。私は2等席でしたが、直前にチケットを購入したので往復で56ユーロでした。買うタイミングや乗る時間帯によって料金は様々です。ルーアンに到着しました。駅からバスに乗って飲みの市会場へ向かいます。駅を背にしてまっすぐ進むと一つ目のバス停があるのですが、こちらではなく、さらに進んだところにあるテーキャトル、テーヨンと書かれたバス停が飲みの市会場まで行くバスの乗り場です。バックエクスポ方面か確認して乗車なさってください。バスの乗車券は券売機で購入できます。外側の丸い部分を回して選択します。中心の小さな丸い部分が決定ボタンです。言語選択で英語に変えることもできます。実はこの日は土曜日だったのですが、チケットを購入した後、親切なムッシュが土曜日は無料だよと教えてくださいました。来年はもしかしたら有料になっているかもしれないので、確認してから乗車なさってください。会場は10時で、入場チケットを購入するための列ができていました。私はありがたいことに招待状があったので、購入のための列には並びませんでした。インターネットであらかじめ入場券を購入できるので、先に購入なさることをお勧めします。バス停の話に戻りますが、Google マップでは一つ前のバス停、ジョルジュサンド駅下車と表示されるのですが、会場の目の前、パークエクスポ駅で下車することをお勧めします。以前も私の動画で撮影させていただいたことがある友人が、ルーアン飲みの市についてのブログを書いています。Google に表示されていたバス停が信用できなかったので、彼女のブログを読んだら、的確な生き方、
下車駅について書いてあり、大変助かりました。その他、会場の歩き方や割れ物を持ち帰る梱包テクニックなど、丁寧にわかりやすく解説されています。この動画の詳細欄にリンクを貼るので、皆さんもぜひご覧になってください。のみの市は早朝から始まることが多いのですが、このルーアンのみの市は10時スタートなので、パリから日帰りで行かれることも魅力です。広い敷地に魅力的なアンティークやヴィンテージ商品が並んでいるので、数時間かけてじっくり見ることをお勧めします。では一つ一つ見ていきましょう。こちらのスタンドはパリ郊外シャトゥーでも出品なさっているムシュのお店です。いつも素晴らしい品揃えだなと思います。アシュベース M、 少し枯れた感じが素敵だなと思いました。クレールフォンテーヌ、こちらのスタンドではお皿はだいたい1枚12ユーロです。会場ではカードが使えないスタンドが多いので、現金を持っていかれることをお勧めします。私は以前より銀製品のケーキサーバーを探しています。こちらは20ユーロ、悩みます。サルグミンヌのオベルネシリーズです。鍋敷でしょうか、百合の紋章に見えます。1867年創業、エルキュイの銀製品でしょうか。ショアジールロワ、絵柄が素敵です。このスタンドでとんでもないものに出会ってしまいました。大好きなお城シリーズがセット販売されていました。全部で950ユーロ。とても買えない金額だったので、バラ売りはなさらないか聞いてみたのですが、やはりダメでした。さまざまなお城が描かれているので、バラ売りにしてはとても残念だからとスタンドのマダムがおっしゃっていました。窯元はクレイエ・モントローとのことです。私が持っているクレールフォンテーヌと比べると、確かに縁の部分の装飾が違っていました。学校の様子でしょうか。ちょっとシュールですが可愛いですね。マスタードを入れる器は様々な形があるのですが、こちらもその一つのようです。リュネビルです。サンタマエ・アマージュのマリオンシリーズ、白地に青が映える爽やかな絵柄ですね。このスタンドには2度撮影したことがあるブランシュ・パティーヌさんの本が展示されていました。スタンドのマダムとこの本が素晴らしいですよねと盛り上がり、マダムはいつかブランシュ・パティーヌさんの店舗に行ってみたいとおっしゃっていました。ショアジールロアです。こちらにはなんとシャトゥーの飲みの市やブルターニュ通りのブロカントにもいらっしゃるマダムのスタンドがありました。毎回ビズをしてくださるとても気さくなマダムです。ジアンのソローニュシリーズ。ソローニュとは
ロワール地方にある狩猟で有名な場所です。その昔、ロワール地方のお城に滞在していた王侯貴族たちが狩りをしました。現在でも狩猟を趣味にしている人や、秋にはジビエ料理のために狩りをなさる方が毎年いらっしゃいます。マスタード、ムタードを入れていたムタルディエールです。裏にバックスタンプはありませんでした。ルーアンの飲みの市で販売されていた食器類は少し高額なものが多かったのですが、こちらのスタンドは良心的な値段設定でした。バドンビレのラビエです。サルグミンヌのポワシリーズ。ポワとはエンドウ豆のことです。エンドウ豆が立体的になっています。こちらのスタンドはノルマンディーヴィンテージショップさんです。パリのジュシュの飲みの市にもいらっしゃいます。クレイエモントローオクトゴナルのラビエ。シャープで気品があります。ジアン、とても好みの雰囲気です。サルグミンヌです。お値段からしてもとても珍しいものなのでしょうね。こちらもサルグミンヌです。トーキングプレートや物語性があるお皿をまだ購入したことがないのですが、今回こちらのお皿がとても気に入りました。ルーアンの飲みの市では食器類を扱っているスタンドは多くなく、地方だからといって全体的にそれほど安いわけではありませんでした。シャトゥーの飲みの市に相場が似ているかなと思いました。食器以外の骨董品をご覧になりたい方はとても楽しめると思います。1870年から1890年製185ユーロと書かれてあります。美しいなと思いました。ゲームを楽しんでいる人がいました。これらは売り物のようで1690ユーロと値段が書いてあります。こちらはディスクフェアです。懐かしのレコード盤を探している方が多くいらっしゃいました。日本でもレコードのプチブームでレコード盤を発売される最近のアーティストがいらっしゃるようですね。クレイエモントロブーケシリーズ15ユーロです。お菓子や小さなおかずを入れるなど用途がいろいろ見つかりそうな大きさです。魅力的な家具もたくさんありました。こちらのお値段を聞いたら5ユーロでした。思ったより少し高かったので悩みます。食事ができるところは3カ所ありました。レストランとパティスリーなど軽食が食べられるフードトラックのようなものがある場所とカフェです。カフェのメニューにはシャンパーニュにカシスリキュールが入ったキールロワイヤルもあり、フランスらしいなと思いました。
混んでいたので、相席をしたマダムが戦利品を見せてくださいました。La coccinelle et une guêpe. さすがフランス人マダム、約半額まで値段交渉を成功させたそうです。C'est blanc et transparent. トイレも2カ所あります。カフェの近くと入り口近くです。エコのため紙の地図がないので、入り口に掲示されている地図の写真を撮っておくことをお勧めします。屋根付きの会場なので、雨の日でもゆっくり散策できます。サルグミンヌミントンなどのミントン柄は35ユーロから40ユーロぐらいでした。家の壁に穴を開けることに抵抗があるので、角立ても探しています。いつか理想的な装飾とお値段のものに巡り会えたら嬉しいなと思っています。マダムが刺繍のカードを探していらっしゃいました。ボナネ、明けましておめでとうございますと刺繍されています。これを受け取る人の笑顔が思い浮かびます。お花の刺繍などとても綺麗なカードがたくさんありました。マダムも迷われているようです。私もアンティークカードが欲しくなり、何枚か選びました。地方都市のカードがたくさんあって、県ごとに分けられていました。〇〇県のカードを見せてちょうだいとスタンドの人に言って探している方がいらっしゃいました。昔懐かしい風景を見たい人が多いのでしょうね。イラストや人物の写真のものはファンテジーカードと分類されています。人形がたくさんあります。サルグミンヌ、ひびや欠けもなくとても良い状態です。アグレストシリーズのセット、圧巻です。照明用のクリスタルを磨いていらっしゃる方がいました。行きの列車内で充電したのですが、スマホの電池が少なくなってしまいました。入り口入ってすぐの案内のところで、充電できるところはありませんかとお聞きしたら、スクリーンの後ろにあるから充電用のコードを差し込んでよいよと言われました。何か困ったことがあったら、この案内所で聞いてみると良いかもしれません。ジャズのコンサートが行われていました。来る時
駅に下車したバス停の向かい側、ルーアン行きのテーキャトルに乗って帰ります。ルーアン駅のバス停はこちらです。ルーアン駅に入ると右側にスーパーがあるので、帰りの列車内用の飲み物を購入してパリ行きの列車を待ちます。大きな駅でよく見かける自由に弾いて良いピアノで男性が演奏していました。列車の出発ホームを確認してパリへ帰ります。購入した商品のご紹介です。今回ノルマンディヴィンテージショップさんに招待状をいただいてルーアンの飲みの市に行くことができました。インスタグラムでは素敵な投稿をされているので、皆さんぜひご覧になってください。ノルマンディヴィンテージショップさんで購入したのはこちらの1枚です。アブリコチエと書いてあるので、アンズ、アプリコットの木のようですね。カゴにも女性のエプロンにもたくさんアプリコットが描かれていて、とても平和で牧歌的な絵に癒されました。サルグミーノです。裏に飾り皿用の穴が開いているので、どこかの家庭で長年飾られていたのかもしれません。アンティークカードを12枚購入しました。パリでもファンタジーカードはよく見かけるのですが、寒い季節、一枚一枚探している時間がとても辛くて諦めてしまうことが多いです。でもルーアンは室内で暖かいのでじっくり選ぶことができました。夫が昔のカードの文章や文字はとても美しいねと言ってました。今のようなメールがない時代、一つ一つに思いを込めて丁寧に書かれているのでしょうね。海外暮らしですっかり年賀状を書かなくなってしまったのですが、年末年始のグリーティングカードを交換している友人にはアンティークカードを同封するようになりました。喜んでくれていたら嬉しいなと思っています。バドンビレのラビエを1枚購入しました。可愛らしい絵柄です。ブランシュ・パティーヌさんの本テール・ド・フェールの話で盛り上がったスタンドのマダムからサンタマン・エ・アマージュマリオンシリーズのラビエを1枚購入しました。マリオンシリーズの購入は初めてです。このラビエを見るたびに、今回ルーアンに行ってブランシュ・パティーヌさんについてマダムと話したことを思い出しそうです。ムタルディエールを一つ購入しました。刻印がなく10ユーロでした。蓋もないのですが、直接アクセサリーや小物を入れることができるので、良い買い物ができたなと嬉しく思います。ムタルディエールはとても好きなアイテムで、少しずつ揃えています。これらは以前購入したものです。ルーアン飲みの市について2026年1月に私が体験したことを動画にしました。来年以降変わってしまう点があるかもしれませんが、ご了承ください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。